お疲れ様です。音楽作家のまりえです。皆様いかがお過ごしでしょうか。タイトルにもありますが、今日はちょっと少し重たい話になります。秋の初めにがんを告知されてしまって辛いんですとか、そういう話をしたいわけではなくて、検査とか治療とか初めて体験することがあまりにも多くてですね、同じように困る人が一人でも減ったらいいなという思いで今回配信しています。もしその話はあんまり聞きたくないなという方はぜひミュートしていただいて、今回美味しいご飯が炊けるお鍋をおすすめしてます。紹介しますので、そちらの絵と我が家のあーちゃんをお楽しみください。もしくは今日の1曲まで飛んでいただいても構いません。それから医療に関してはやっぱりお医者さんに聞いていただきたいので、特にですね、検査とか治療に関しては参考程度に聞いていただけたらと思います。ある夏の日に胸に違和感を感じて病院を探しました。大きな病院に連絡をしても予約が取れるのは1ヶ月半後だと。東京って恐ろしい場所だなと思いました。いても立ってもいられなかったので、その中でも一番早く見てもらえそうな婦人科、乳腺科を探して受診しました。それでも予約できたのは1週間後とかだったと思います。乳がん検診の前情報でマンモは痛いよ、マンモが痛いっていうのを聞いたことがありましたけど、乳腺専門の病院に行ったので機械も新しいですし、全然もうそれはへのかっぱという感じでしたね。それでエコーとマンモを終えて、もっと調べた方がいいって言われたので、数日後に生検っていう胸の組織を取る検査を受けました。これがね、前情報全くなしで行ったのですごい怖かったですね。細いストローみたいなボールペンの返しみたいな針を胸に刺すんですが、怖くてとても見れなかったですね。でも術後に先生に私の乳腺死にましたかって聞いたくらいです。恐怖とは反対に傷は小さいし、全然胸の形が変わるとかね、ないですし、その日お風呂に入れるくらい小さな穴が開くだけでした。先生もね、笑って組織取っただけですっておっしゃってました。一晩寝れば普段通りの生活ができました。マンモが痛いって聞いてましたけど、その先がありますのでね、皆さん、私的にはですけど絶対に予習をおすすめします。もちろんね、人によりますので予習があったって怖い人は怖いですし、平気な人は平気なんでしょうけどね。で、だいたい検査結果に2週間くらいかかるそうなんですが、1週間くらいしてすぐ連絡が来て、病院で告知を受けました。ここでね、がんだけにガーンとか言えてたらよかったんですけど、実際なかなかそうはいかなかったですね。そこから大きい病院に移ってステージだとか検査をさらにしないといけなかったりするそうで、また病院を探さないといけないんですね。で、たまたま徒歩圏内に大きい病院があったのでそこにしたんです。
でよく初めから大きい病院に行けばよかったじゃんって言われるんですけど、私も先生に聞きまして、今の日本のルールでは初めから大きい病院を受けることはね、なかなかできないそうです。もちろん科によってね違いはあると思いますけど、憎きコロナの時期から紹介状がないと大きな病院に直接行くっていうことは難しいそうです。救急車とか乗ってたらね話は別なんでしょうけど、それから紹介状を手に大きな病院に電話で予約したんですが、これがまた予約が取れるのが1ヶ月半先だと。何のための紹介状だったんだろうと思って、さすがに進行の早いがんだと診断されてますけどって説明したら、なんと1週間後に予約できたんですね。これもしはい1ヶ月先で大丈夫ですってお答えしてたら、今自分どうなってたんだろうなと思うとね、怖いですよね。でしかも乳腺科で生検結果出てたのに、大きい病院でも改めてまた検査に出さないといけないそうなので、前の病院の検査結果を引き継ぐっていうことができないから、もう一度その組織を検査に出さないといけないんですって。でそこでまた2週間待つわけです。日本の医療システム大丈夫かなとちょっと不安になりましたけど、だいたいどこへ転院してもまた検査一通りやらなければいけないそうなので、セカンドオピニオンとかゆっくり考えてる暇も実際ないなと感じました。とにかくいろんなことをどうしようでしたよね。子供たちもまだ小さいですし、仕事もフリーランスなので休めないんですよね。頼れる家族もいないし、まず何をどうしたらいいかわからない。だけどとにかく一つずつクリアしていくしかないんですね。で検査も注射ばっかりで心が疲れてくるし、特に今までやりたいことリストなんて他人事でね、絵空事のようにも感じていたんですけど、ここに来て突然押し寄せてきて、あの人に会いたいとか、この仕事まだやってないなとか欲が出てきましたね、だんだん。だから前向きな分自分は大丈夫っていうマインドでいます。前回の動画の岐阜の旅も思い立っていった旅です。次は何県に行ってどんな音楽を書こうかなと日々考えるのが楽しみに変わりましたね。結局何が言いたいかというと、発見が早い方がいいっていう理由の一つに、いろんなことに時間がかかるなっていうのはあるんじゃないかと思いましたね。やっぱり先生の数も少ないと手術の日程もなかなか決められないですよね。私の場合ですが、都心の病院も考えましたが、検査もいくつもあるし、もしこれで抗がん剤治療が始まったりしたら近くの病院がいいなと思って選びました。子供を産みたい予定がまだあるとか、やっぱりがんセンターが安心とか、選ぶ基準は人それぞれだと思いますが、そこはぜひお医者さんに相談してみてください。ところで皆さん MRI は受けたことありますか？あれものすっごい音ですよね。しかも普通上を向いて機械に入っていくことが多いと思うんですが、胸の検査がゆえうつ伏せで何も見えない状態で、しかもこれもね自分が悪いんですよ。前情報がなくて、そのせいでねあまりの怖さにガタガタに震えまして、もうどうやって気持ちを切り替えたかというと、もうこれは音楽だと、もうまるでねテクノみたいなね音が鳴るんですね。エイフェックスツインとかオーテカとか、もうあれね聞いといた方がいいかもしれないですね。ヘッドホンで爆音で聞いておけば怖くないはずです。それくらいすごい音ですよね。大きな
それくらい大きな音がするという前提、前情報ですね。知っておいて損はないですね。ではここで切り替えて一曲お届けしましょう。あんまりねがんの話ばっかりしていてもね暗くなりますので、以前パンプキンパイを焼いた時の音をサンプリングして曲にしました。それでは聴いてください。いただきます。いただきます。On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the ここからはおすすめの3COINS のおままごとセットをご紹介します。我が家のおままごとは木製で揃えてるんですが、そこにさらにアイテムが追加されたのでご紹介していきたいと思います。クリスマスが近いのでね、プレゼントにもおすすめですよ。Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, 街がついてる。 place I call my かわいい。I was looking to belong. じわさもつてがついてる。かわいい。これ色もかわいい。かわいいね。お買い物できるね。あとでこれ持ってお買い物行こうか。かわいいマカロン。見て、はーちゃん。かわいいね。焼くんじゃない？ I was looking to belong. あ、見て。 Know that you will be there when the rains are gone, like a light in the night. You will always be my home. クレジットカードがついてる。かわいい。これも木。これでお願いします。はい。お金もついてる。どう押せる？あ、押せる。ほら。それでは早速真剣におままごとで遊んでいきたいと思います。こんにちは。はい。こんにちは。すいません。マカロンがなくなりました、全部。カップケーキも全部なくなりました。すいません、マカロンが欲しかったんですけど、直してくれますか？やだ。嫌ですか？そうか、困りましたね。じゃあ、これちょっと
大丈夫かしよら。新しいメニューができた。はい。何これ、マフィンみたいになってる。じゃあこれもください。はい。はいどうぞ。何円ですか50円です。？50円ですか？50円。よいしょ。じゃあすみませんが、クレジットカードでお願いします。はい。どうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしてますっていうこと。ごちそうお待ちしてます。はい、ありがとうございます。はい。という感じで、まだいつも通り生活や仕事はしています。とはいえね、体の中で悪さをしているのは実感できますし、インフルエンザとかコロナにかかると手術が遅れて転移が広がってしまうので、かなり注意をしながら生活はしています。病気になってわかることってたくさんありますね。私は今まで大きな病気にかかったことがなかったんですけど、例えばがんの人に対する声かけって本当に難しいなと思いました。悪気がないこともわかりますし、でもね、どこに地雷があるっていうのが本当にわからないですよね。自分自身が今までかなり地雷を踏んでいたということに気づきました。これは伝えていかないと絶対わからない問題だなと感じています。それはもう病気だろうが病気でなかろうがとても大事なことだと思うので、そんなことをまたゆっくりお話できたらいいなと思っています。まだまだ仕事も子育ても旅も楽しむ予定です。前向きに笑顔いっぱい過ごせるように皆様もどうかご自愛ください。それではまた。